今、この瞬間もですね、どこかの開発者が、あのー毎日3分のコピペ作業をなくすために、何時間もあるいは何日もかけて複雑な自動化システムを構築しています。エンジニアあるあるですよね。これって、ただのプログラミングを使った現実逃避なんでしょうか？それとも、全く新しい次元の仕事術への入り口なんでしょうか？一見するとですね、本末転倒な時間の使い方に見えるかもしれません。でも現代のソフトウェア開発の現場で起きているあの爆発的な複雑さを考慮するとですね、はい。それは単なる現実逃避ではなくて、むしろ生き残るための防衛本能と言えるかもしれませんね。なるほど。今回の深掘りへようこそ。ここでは、あなたのために集めた情報源の束から、最も重要な知識の塊を抽出していきます。今回の私たちのミッションは、まさにその複雑さの正体を解き明かすことです。うん。AI や新しい自動化ツールの登場によって、開発の現場がどう激変しているのか、そして人間がそのシステムをどう統制しようともがいているのかを探ります。今日あなたに用意した情報源は、2026年3月20日時点の前後のトレンドから抽出された開発現場のリアルな声や記事、イベントレポートの数々です。現場の最前線で試行錯誤しているかなり生々しいデータ群ですよね。ここで非常に興味深いのは、単にコードを書く時代からシステムと認知負荷をどう管理するかというフェーズへ完全にシフトしているという全体像です。よし、これを紐解いてみようか。まず最初の情報源なんだけど、袋ラボのマンウェイ氏によるオブシディアンというノートアプリを使った自動化のケーススタディがあるんだよね。はい、オブシディアンですね。カスタマイズ性の高いツールです。これがかなり徹底していて、毎日自動的にデイリーノートっていうのが作成されて、前日の終わらなかったタスクがそこに引き継がれるらしいんですよ。なるほど。手作業で写す手間を省いてるわけですね。そうそう。で、そこへ Google カレンダーの今日の予定が流し込まれて、さらに Google Meet でジェミナイが取った会議の AI メモから要点だけが自動で転記されてくるっていう。へー、複数のツールに散らばった情報を API なんかを駆使して完全に一箇所に集約するフローを構築しているわけですね。そうなんです。まるで自分の脳の代わりに散らかった部屋を片付けてくれる、優秀なデジタル執事を雇ったみたいだなと思って。確かにデジタル出自という表現はぴったりですね。でも、ここで素朴な疑問なんだけど、便利そうではあるけど、毎日数分のコピペ作業をなくすために、わざわざそんな複雑な自動化の仕組みを作るのって本当に割に合うのかなって。リスナーのあなたも、手でパパッとコピペした方が早いんじゃないって思いませんか？そうですね。物理的な作業時間の短縮という、表面的な指標だけを見れば間違いなく割に合いません。やっぱりそうですよね。しかし、この自動化が解決しようとしている真の課題はそこではないんですよ。本質は、コンテクストスイッチによる認知負荷の軽減にあるんです。コンテクストスイッチ。つまり、頭の中の文脈を切り替えるってことですか？ええ。人間はコードを書くという作業から、昨日のやり残しを探すとか、次の会議の URL を探すという別の作業へ意識を切り替えるたびにですね、脳のワーキングメモリを激しく消費してしまうんです。ああ、なるほど。この探すとか思い出すという行為そのものが、プログラマーの最も貴重な資源である深い集中力を容赦なく削ぎ落としてしまうんですよね。ってことは、3分のコピペ作業の時間がもったいないんじゃなくて、その3分のために、あれ、今どこまで考えてたっけって集中力の糸が切れてしまうことが致命傷なんだ。その通りです。ルーティンワークから完全に解放されることで、開発者は真に複雑な問題解決とか、アーキテクチャの設計といった人間にしかできないクリエイティブな思考に脳のリソースを全振りできるようになります。なるほどな。だから、自動化の仕組みを作る数時間は、未来の自分の集中力を保護するための投資なんですよ。未来の自分への投資か。個人のタスク管理レベルでそれだけ徹底した認知負荷の削減が必要なら、それがチーム全体とかプロダクト開発の規模にまでスケールしたとき、一体どうやって複雑さを管理しているんだろうって気になりますよね。まさにそこが次の重要なテーマにつながりますね。個人の認知負荷を下げた先には、組織全体のプロダクトマネジメント、いわゆる PDM の再設計が待っているんです。ここでクラシルのプロダクト開発の事例がつながってくるわけだ。彼らはクロードコードと GitHub を掛け合わせて、プロダクトマネジメントの業務プロセスを根本から変えてしまったらしいんですよ。クロードコードを活用しているんですね。
具体的にはどのような？競合調査とか分析、仮説検証、あとは UI のプロトタイプ作成まで、これまではバラバラのツールで行われていた PDM のプロセスをたった一つの Git リポジトリに集約しているんだよね。はあ、プログラマーがソースコードを管理するのと同じ場所、同じ手法で、プロダクトの企画や意思決定のプロセスそのものを一元管理して、そこに高度な AI を介入させているという点が非常に革新的ですね。特に面白いのが N1 インタビューのプロセスなんです。N1 インタビューって特定の一人のユーザーを深く掘り下げて、その人の行動や心理を分析する手法じゃないですか。プロダクト開発では非常に重要なプロセスですよね。クラシルではそのインタビューに臨む前に、対象ユーザーの過去60日分の行動データを AI が読み込んで、事前に一望できる状態に整理してくれるそうなんです。60日分ですか。人間が手作業で追うのは不可能な量ですね。そうなんです。その上で AI と壁打ちしながら質問を設計して、終わった後の議事録からもインサイトを一気に抽出するんだって。で、6つのスクラムチームの状況もコマンド1つで横断確認できるっていう圧倒的な効率化で、まさに膨大な行動ログという人間では処理しきれないデータを AI が瞬時に文脈化してくれているわけですね。なんかこれ、宇宙船の超高機能なコントロールルームに座っているみたいだなって興奮したんだけど、ただちょっと疑問もあって。何でしょうか？ N1 インタビューって相手の言葉のトーンとか、ふとした瞬間の迷いとか、すごく人間臭くて共感力が求められる泥臭い作業のはずですよね。そうですね。そこが醍醐味でもあります。そこに高度な AI が入り込んで構造化してしまうと、逆にユーザーの生々しい本当の声から遠ざかってしまわないかなって。なるほど。一見すると AI の介入によってプロセスが機械的になってしまうように見えますよね。しかし実際には AI は人間の共感力を奪うのではなく、むしろ強化する方向に働いているんです。AI が人間の共感力を強化する。どういう仕組みでですか？インタビューの時間って限られていますよね。もし AI がいなければ、人間はインタビューの最中に、この人は過去60日間にアプリでどんな操作をしたのかという事実関係、つまり What を把握するだけで、脳の処理能力の大半を使ってしまいます。あ、さっきのコンテクストスイッチと同じだ。このデータはどういう意味だっけって考えながらだと、相手の表情なんて見ていられないですよね。そういうことです。しかし AI が事前に過去の文脈という膨大な土台を完璧に整理してくれているからこそ、人間はインタビューの貴重な時間をなぜその行動を取ったのかという Why の部分や、その時どう感じたのかという人間特有の感情の深掘りに 100% 集中できるんです。なるほど。AI が情報を処理してくれるからこそ、人間はより高い次元での共感にリソースを分けるというわけです。うわぁ、腑に落ちた。これ、冷たい機械じゃなくて、例えるなら、取り調しに入る前に、クライアントの膨大な過去の資料をすべて読み込んで、このポイントだけ聞いてくださいって完璧に準備してくれている超優秀なパラリーガルが横にいるような状態だ。素晴らしい比喩ですね、レン。まさに AI と人間の理想的な分業の形と言えます。クラシルのように AI をコードに使いこなすためには、その横にいる優秀なパラリーガルである AI に正確なルールブックを渡す必要があると思うんだけど。AI は魔法の杖ではありませんからね。与えられた文脈やルールの定義の質な、そのまま出力の質に直結します。情報源の中にも、ファインディのイベントで発表された生成 AI 時代のドキュメント基盤っていうセッションがあって、毎日 AI をどっぷり使っている開発者たちが使用駆動開発、いわゆる SSD に注目しているんだよね。スペックドリブンデベロップメントですね。そうそう。具体的には AWS のキロ、GitHub のスペックキット、Fission AI のオープンスペック、GoTalab の CCSD といったツール名が上がっていて、ここからが本当に面白いところなんだけど、はい。これって AI に口頭でなんかいい感じの家を建ててって頼んじゃなくて、ミリ単位で正確な設計図を渡すプロセスに似ているなと思って。これを広い視野で捉え直すとですね、開発の歴史における非常に大きな役割の転換が起きているんです。役割の転換。これまで使用書やドキュメントというのは、人間のチームメンバーが読んで理解するためのものでしたよね。新しく入ったメンバーがこのシステムはどう動くのかを把握するためのガイドブックだったわけです。待って、もし使用書が人間向けじゃなくなっているとしたら、ドキュメントって今や AI を動かすための最も重要なインターフェースに変わっているってことですか？
まさにその通りです。それが今起きている最大のパラダイムシフトですね。ということは、今まで使用書を書いていた人たちは、事実上プロンプトエンジニアになっているってこと？ AI の出力品質は、インプットされる仕様、つまりドキュメントの質に完全に依存しています。人間相手なら許されていた行間を読むとか、よしなにお願いといった曖昧な仕様書では AI は機能しませんからね。確かに。AI が機械的に読み取れる正確なルールブックとしてのドキュメント基盤。これが生成 AI 時代において最も重要なインフラになっているんです。人間への説明書から AI への厳密な命令書への進化か。でもさ、完璧なドキュメントや仕様があれば最高だってことは頭ではわかるんだけど、現実の開発現場ってもっと混沌としてるじゃないですか。残念ながら理想通りにはいかないことが多いですね。とにかく競合より早くリリースしろっていうスピード重視で走り続けた結果、何が起きるのか、それを象徴するのが、レバテック開発部の早川氏が直面したフロントエンドの負債の事例だね。技術的負債の話ですね。社内の業務効率化ウェブアプリを Next.js のアップラウターっていうモダンな技術とタイプスクリプトで作っていたらしいんだけど、そこまでは良くて、デザインを整える技術としてテールウィンド CSS を採用した結果、1年半で200ファイルを超える規模に膨れ上がってしまったそうなんだ。テールウィンド CSS 自体は非常に強力で、世界中で使われている素晴らしいツールなんですが、使い方を誤るとコードベースが混沌に陥りやすい特性を持っていますね。それってどういうメカニズムなんですか？なんでそんなにカオスになっちゃうの？テールウィンド CSS はですね、HTML のタグの中に直接、例えばテキストを青くするとか、余白を10ピクセル開けるといった細かなスタイル用のクラスを書き込んでいく設計になっているんです。一つ一つの要素に直接指示を書くみたいな。自由度が非常に高い反面、プロジェクト全体でこのボタンはこういうデザインにするという厳格なルール、いわゆるデザインシステムを設けておかないと、開発者ごとにバラバラのクラスを無数に書き頼んでしまうんですよ。なるほど。A さんはボタンを青くするために5つのクラスを書き込み、B さんは別の画面で似たようなボタンを作るのに6つの違ったクラスを書き込むみたいなことが起きるわけだ。その通りです。そして、この事例で致命的だったのは、初期の技術選定をしたメンバーがすでに移動してしまっていて、しかも専任のデザイナーが不在だったという点ですね。ルールを作った人がいなくなっちゃったんだ。例えるなら、家具付きのハイテクなシェアハウスに引っ越してきたのに、前の住人がスマート家電の取扱説明書を持ったままいなくなって、残された人たちが勘でタコ足配線をし続けているような状態だよね。ははは、まさにそんな状態です。その結果、誰も全貌を理解できないスパゲッティ状態のコードが出来上がります。最終的に彼らは、パンダ CSS という別の技術へ移行するという決断を下すことになりました。痛みを伴う移行ですね。ここで私たちが学ぶべき重要な概念は、コンテクスト負債というものです。コンテキスト負債。技術の問題じゃなくて、文脈が失われることの負債ってことですか？そうです。テールウィンド CSS という技術そのものが悪いわけではないんです。それをどういう意図で、どういうルールで使うのかという人間の文脈が組織から失われた瞬間に、ただの解読不能な暗号に変わってしまった。なるほど。技術の負債というのは、実は組織の負債の裏返しなんですよ。確かに、これってリスナーのあなたにとっても全く他人事じゃないですよね。例えば AI にルールの定義を作った担当者が移動してしまったら、残された人たちはなぜ AI がその出力をしているのか理解できず、誰も修正できないコンテキスト負債を抱え込むことになる。おっしゃる通りです。AI の導入が進むあらゆる部門で、このリスクはすでに顕在化しつつあります。開発をスピードアップさせるためのツールが一歩間違えると致命的な弱点になる。その文脈で言うと、最後の情報源はさらに背筋が凍る話なんだよね。フロントエンド開発におけるデバッグ画面のセキュリティリスクですね。そうそう。フラッターなんかのアプリ開発でよく使われる手法なんだけど、開発中は未公開の機能をテストするために、フィーチャーフラッグという隠しスイッチを切り替えたり、特定データを強制的に取得したりする、開発者専用の裏口みたいなデバッグ画面を用意するじゃないですか。はい。開発スピードを上げるためには欠かせない機能です。内部ログをすぐに確認したり、キャッシュを操作したりするための強力な管理用ツールですね。でも、開発を急ぐあまり、そのデバッグ画面にアクセスできるコードをうっかりリリースビルド、
つまり、一般ユーザー向けの最終製品に残したまま世に出してしまうケースが警告されているんだよね。もしそれが悪意のある第三者に解析されたら、重大な被害のきっかけになり得る。非常に恐ろしい事態です。つまりこれってどういうこと？高層ビルを最速で建てるために外側に組んだ足場をビルが完成してオープンした後も撤去せずに放置していて、しかも裏口の鍵を開けっぱなしにしているようなものだよね。まさにその通りです。これは重要な問題を提起しています。開発者の利便性やスピードとユーザーの安全性という開発における永遠のジレンマですね。なぜこんな初歩的で危険なミスが起きてしまうんだろう。システムが複雑か巨大化すればするほど、開発者はより強力なデバッグツールを必要とします。そして開発全体が超高速で進むがゆえに、最後に立ち止まって足場を撤去するという人間の目による安全確認のプロセスがスキップされやすくなっているんです。スピードを極めようとすればするほど、人間のヒューマンエラーのリスクが指数関数的に跳ね上がっていくっていうことか。AI がどれだけコードを早く書いてくれても、最終的な安全性の担保は人間にしかできませんからね。さて、あっという間に駆け抜けましたが、あなたはどう感じたでしょうか？今回の深掘りは、オブシディアンを使った個人の認知負荷の削減から始まりました。はい。そこから、クロードコードを使った PDM の効率化というチームへの拡張、AI を動かすための使用駆動開発、そしてそのスピードの裏で生じるテールウィンド CSS の技術的負債やデバッグ画面のセキュリティリスクへとつながってきました。点と点に見えていた情報源が複雑化する開発現場を人間がどう統制していくかという一つの大きな物語につながりましたね。そうなんです。私たちが AI に脳をアウトソーシングし、驚異的な生産性を手に入れる一方で、システムの全体像を理解し、責任を持つという人間の役割がかつてないほど難しくなっています。本当にそうですね。そこで最後に、リスナーのあなたに少し挑発的な問いを投げかけて終わりにしたいと思います。今日見てきたように、私たちは AI にコードを書かせ、AI に仕様を読ませる世界に突入しています。では、今から5年後、10年後、システムの大半が AI によって構築され、その仕様書すら別の AI が書いたものになったとき、果たして私たちは自分たちのシステムの中に潜むデバッグ画面の存在や技術的負債の根本原因を人間の脳で理解し、修正することができるのでしょうか？それとも、デバッグすら AI に完全に依存する日が来るのでしょうか？オープニングの毎日3分のコピペ作業をなくすための自動化は、人間がシステムの主導権を握り続けるためのサイロの抵抗だったのかもしれないですね。この問いの答えは、ぜひあなた自身で探求してみてください。今回の深掘りは、あなたのためにカスタマイズされた特別なセッションでした。これからも好奇心を持ち続け、新しい知識を楽しんでください。それでは、また。